こんにちは、すみれです。今日は私が持っているアイシャドウパレットの中で結構個人的な好みが入ってくるんですが、何々と言ったらこのパレットみたいな形で、例えば高かったけど買ってよかったなと思うパレットとか、逆にいまいちだったかなと思うパレットとかね、いろんなテーマでちょっとご紹介しようかなって思います。早速パッケージが一番好きなパレット、こちらになります。タルトのタルトレットのパレットなんだけど、この花びら模様が本当に美しくて、裏側とか横とかみんなゴールドになっていて、中までゴールドなんです。でね、このパッケージだけじゃなくて、この色の配色とかもねすんごい良くて、明るいマットもね2つ入っているし、この締め色に当たるものも発色もすごくいいし、ブレンドも綺麗にできます。私タルトをね実はすごい好きで、ものによってちょっとあるんだけど、特にこのタルトレットのパレットほんと好きで、島も123って入ってるんだけど、もう輝きもあるし、かといってトゥーマッチでもないし、すっごい使いやすいパレットです。だからパッケージはねもちろん大好きだし、このクオリティもすごく好きで、実は気に入っているパレットになります。逆にパッケージがダメなパレット、こちらになります。ジビアスプレイスから出ているワハラパレット2。もうジビアスプレイスもいろんなものがあって、私は唯一これがダメなんですよね。なのに買った理由としては中身の色がねすごい気になってて、でちょっと試してみたくてね買ったっていうのもあるんですけど、よく見たらこの柄で、しかも中開けると、ただこのジビアスプレイスのブランドのねこの流れとかもアフリカのそういったものっていうのは分かるんだけど、この模様がちょっと苦手だったりして、ちょっと私はね実は普段はこんな感じで隠して中も使ってます。そして次、もう私にとってなくてはならないパレット、こちらビジアートから出ている08番のエディトリアルブライツになります。これに関するねレビューは別で出しているんですけど、こんだけ派手な色に見えても、実際このぐらい強く色を出すこともできれば、淡くやった時に本当にベールがかかったような淡い綺麗な色味で出てくれるっていうのが私が一番好きなところで、っていうのも私そんなにインスタとかで見るようなすんごいカラフルな濃いメイクっていうのは普段しないので、ただ色を使ったメイクっていうのは好きだったりもするので、ちょっと淡くやりつつも色が出てくれるようなもので、今回もこのビジアートのブランドねで、もっとこのカラフルなやつの大きいタイプのグランデプロっていうものの、3を使ってるんですけど、本当に好きで、やっぱり他のパレットとかでもちょっとこのパレットクールトーンすぎたかなとか思っても、この辺のね例えばこのピンクとかでも上からふわって足してあげると、ピンクの色が出るっていうよりかは色のニュアンスをねちょっと変えてくれるんですよね。だからクールトーンすぎたと思っても、こういうので調整することですごくね使いやすくなったり、もうなんかね調味料みたいな感じですなのでもうこれは絶対に私にとってはなくてはならないパレットだったりもします。次、高かったけど買ってよかったかなって思えるパレットの紹介になります。なんかある意味みんなそうなんだけど、特にやっぱ良かったなって思ったもの、こちらビジアートのグランデプロ2になります。これね175ドルとか高いから迷ったんだけど、しかもビジアートってそんなにすごい値引きをするってわけでもないから迷ったんですよね、高いし。だけどこのグランデプロシリーズっていうのは、マットはマット、質感があるものは質感があるもので分かれているんですけど、これ全部質感があるものなんですよね。でこの列ごとで分かれていて、これ詳細レビューこれからあげるんですけど、右から2番目のねここがデュオクロームになってるんです。でね、全部質感って考えた時に、私ね結構質感があるようなねキラキラしてるものとか好きなんですけど、パッドマックグラスとかでもマザーシップパレットね、右側4つが特別シェードと言われている特別なね輝きをしたりとか、特別なユニークなねものが入ってるんですが、ある意味そういったものが全部詰まっているって言って私の見方をしたんですね。なので高いんだけど価値あるんじゃないかなと思って買ってみたんですよね。で開けて実際にこれを見た時の感動は、うわー綺麗っていうので、どのパレットよりもすごかったです。また詳細のレビューで全部装置をね丁寧にお見せしたいと思うんですが、すっごく綺麗なんですよね。もう発色もとってもいいし、同じビジアートのシマー系とかでもすっごく淡く出るタイプのこういった12色パレットのものがあったりとかするんですけど、あれとはまた全然違くて、こっちの方がみんなすごくね発色がこの強いんですよね。でここに入っているものが全ていいかって言ったら、もちろんまあまあなものもあったりするんだけど、それを除いたとしてもやっぱね良かったなって思えるし、本当にこれはね見るだけでも未だにこう見るとわ可愛いなと思ってちょっとときめきがあったりするので、いやこれは高かったけど買ってよかったかなって特に思うようなパレットになります。逆にちょっとまあまあだったかなって思うパレット、こちら
ビジアートから出ているクールマットのね2というものになるんですけど、ビジアートってマットがすごく定評あって大好きなんですけど、これに関しては特にこのパープル系があれってちょっと思ったんですよねなんかね弱いっていうか、基本的にこの淡く出てそれからね重ねれば重ねるほどすごく濃くなったりしてくれるんだけど、これはなんかね弱いっていうかなんかねいまいちだったんですよね。なので私の動画ねご覧くださってる方は私すごくビジアートおすすめしてると思うんですが、紫が好きで最初にこれ買うともしかしたらそんなにって思うかもしれないので一応ねこれはまあまあだったかなっていった印象があったりします。次、私が持っているパレットの中で一番ちっちゃいパレット、これになります。でこれはロシアのやばい粉ってね言われて知られてると思うんですけど、そこから出しているプレストタイプのアイシャドウパレットになるんですけど、結構ちっちゃいやつで、なんかねハードのコンタクトレンズかっていうぐらいすっごいちっちゃくて、最初見た時にあまりのちっちゃさにびっくりしたんですけど、入ってる色味とかもすごく綺麗で、パープルとかも色がとっても綺麗に出るし、これはねポーチとかに入れるんだったらほんと薄くてちっちゃくて最高に使えるし、とっても好きです。もう携帯と比べてもこんなにサイズが違うぐらいなんですけど、ほんとねこれは私が持ってる中でこのサイズで6色入りの最小のパレットになります。ときたら大体想像つく方いらっしゃるかもしれないんですけど、私が持ってるパレットの中で一番でっかいパレット、こちらになります。レボリューションから出ている196色入っているタイプのパレットになります。もうねこれレビューで全色スウォッチで出しているので、もうぜひそちらご覧いただきたいんですけど、すごく値段も安くて、しまうとねマットがあるんだけど、マットはあんまり良くないんだけど、でも普通にダイソーとか場合によっては日本のちょっとしたマットとかでも同じようなクオリティかなとは思うんだけども、しまうはねとっても綺麗だったりします。でこの中に目周りにね本来使うべきではないような色味とかも入っているのがあって、動画で全部詳細を話しているので自分で使う時は分かるように星マークを入れてるんですが、それは目周り使う時はちょっと気をつけた方がいいものだったりするので、ちょっと肌の状態が敏感な時は使わなかったりもするんですが、でもこれ1個あるともうこれで何でもできる気もするので、もう子供とかにあげたらめっちゃ喜びそうな気がするんだけどとりあえずこちらのパレットがね私が持っている一番大きいパレットで、一番ちっちゃいパレットと比べるとこのぐらいの差だったりします。であとは意外にこの色の配色とかがすごく何でも使いやすいなって感じたパレットになります。これはアナスタシアとアムリージュのコラボレーションパレットなんですけど、これねかなりバービー的な感じで可愛いんだけどあんま好みじゃなくて、しかもザラザラしてるしね。でこれもねレビュー出していて説明してるんですけど、でこのアムリージュとアナスタシアってね他にもいろんなコラボレーションやってきてすごくね成功してるんですけど、でこのパレット作る時にもう彼女がもう普段メイクから結構パーティーメイクまで全部できるようなパレットをね一つ作りたかったってことで、それがねこのパレットなんだけど、実際見た時に特に何とも思わなかったんですけど、すんごい使いやすくて、ここの2つとかも私の肌のねスキントーンだと MAC のファンデーションとかでいうと NC25 ぐらいになってくるんですけど、ほんとね中間色とかにもいいし、とにかくこのいい色を使える。でこの締め色もねすごく発色もいいし、いいね締め色の配色っていうのもなってるなと思います。でそれだけじゃなくてしまうとかもねすごく使いやすいのがあったりするんですね。水色とか絶対使わないなと思ったんだけど、これ薄くつけることもできるし、かなりねこの中の組み合わせでも綺麗にメイクができて、これ意外や意外でこのパレットで本当にこのナチュラルメイクからちょっと派手系にしたいなって言っても全部これだけでできるので、私が持ってる中ではちょっと珍しいかなっていうかね、そんな感じがあったので一応ご紹介しようかなと思います。で今回のもので紹介していないものとかでもいっぱい実はあって、例えばね高かったけど買ってよかったものとか、もうそれこそねナターシャでも何でもねみんなそうなんですよ。だけど今回ビジアートを選んだっていうのはこのときめき具合っていうのかな、そういったもので選んだだけで、もうそれこそいっぱい良かったって思うのがあるのでまたそれはね他の時にいろいろと話していければなと思うんですが、今回はこんな感じになりました。ぜひ皆さんのね大好きなパレットとかもコメント欄で教えてください。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。